おととい、後ろは東京築地へ。外国人観光客の方であふれ返っています。もう満員電車の中のようなにぎわいですね。場外市場には見渡す限り外国人観光客が。お目当てはもちろん海鮮。Oh, it's beautiful. Really good. ギリシャから来た夫婦。手には一つ1500円の生ウニ。初めての日本旅行、どうしても食べたかったという。どうですか？美味しい。とても好き。甘くて磯の風味がして舌触りもいい。日本ではよく食べるんですか？でもこれはとても高いのでそんなに日常的に食べられるものではないんですけど。毎日は食べないんですね。2年前から来日を計画していたというイタリアから来た男性。ようやく実現した日本旅行でわさびに初挑戦。少々乗せすぎだが。鼻つまんじゃってる。Oh my god. Oh my god. I'm alive. I'm surviving. Yeah, yeah. Okay. さらに体験したかったのが。Karaoke. I like it. Yeah. This night we go to karaoke. カラオケでは何歌うんですかIt's my first time in a karaoke, and I don't know what. And I'm not a singer, but I try. 長い間制限されていた日本への訪問。コロナが落ち着いた今、日本に来る外国人観光客が急増している。思い焦がれた日本へのリベンジ旅。その驚きの楽しみ方とは。羽田空港。国際線の到着ロビー。この日、中国本土からの入国者は、ワクチン3回の接種証明があれば、陰性証明の提出が不要となった。中国・上海から来たという2人。今回、日本に来た理由っていうのは何なんですか？こちらで家を1軒買う予定です。東京にですか？はい。なんと、家を購入するという。浅草で出会ったのは香港から来た大学生。髪型や衣装は中国の伝統的なものだという。いや、すごい綺麗ですね。ありがとう。你们很漂亮。今回来日した目的はある人に会うこと。午後は羽生結弦さんのショーを見に行く予定です。その後、羽生さんのふるさと仙台に行くんです。羽生結弦さんの追いかける旅みたいな感じですか？ほぼそうなりますね。旅の予算は2人でおよそ60万円だという。こちらの中国から来た会社員もある人に会うために来日していた。我们是来看演唱会的。何のコンサートですか？滨崎步、浜崎あゆみ。浜崎あゆみ。Yes。スーツケースにも。マスクもあゆだ。マスクにも浜崎あゆみさんのロゴが。スマホの待ち受け画面は浜崎あゆみさんとのツーショット写真。13年前香港で撮影した宝物だという。一番好きな曲を聴くと。大概就这样子。翌日向かったのはデビュー25周年を迎えた浜崎あゆみさんの期間限定ショップ。熱心に写真を撮り、次々とグッズを購入していく。
一人の男性は旅の予算90万円のうちその半分をライブやグッズに費やす予定だという。全部日本でしか買えないものです。とても嬉しいです。そして当日、およそ3年間待ちわびたライブを満喫。久しぶりに浜崎さん見ていかがですか？とても泣きそうになりました。日本に来たっていうのは良かったですか？来日できたことが信じられない気持ちです。コロナ政策が緩和されたので日本に来られるチャンスが増えました。銀座で出会ったのは髪型から服装までそっくりな3人。イギリスから来た三つ子だ。私たちずっと日本に来たいと思っていたんです。寿司を食べたい。温泉に入る猿を見たいです。コロナ中に計画したという初めての日本旅行。まずはこの日一つ目の目的、寿司に挑戦した。納豆巻きを試してみたい。食べてみないとね。納豆巻きを初体験。そして天つゆでもいけるようだ。そして今日3人は長野県地獄谷についに温泉に入る猿と対面。温まるために入浴しているのね。すごいね。人生でこんな光景見たことなかった。これを見るためにここまで来たんですよね。そうです。ミッション達成。至近距離で写真を撮り、猿の観察を楽しんだ。想像していたよりも良かった。すごく楽しかった。いい土産写真も撮れたし、最高だった。それぞれの思いが詰まった日本へのリベンジ旅。ある場所では意外な現象が起きていた。昨日、バンキシャは徳島県三好市祖谷へ。聞こえてくるのは鳥の声と水の音だけですね。のどかな山あいの町に現れたのは、あ、これ外国人の方いますね。Where come from? Australia. Australia. Sydney. Sydney. Denmark. Denmark. I'm from South Korea. Korea. So I'm from Belgium. I'm French. French. 地元の人は。阿波踊り。ホラ貝で歓迎。本当ひっきりなしにこうやって外国の方がいっぱい、もういっぱい、もう押しかけるように来てます。観光名所かずら橋。みんなしがみつきながら、うわー怖い。やばいねこれ。山で採取された植物カズラを編んで作られたものだ。お母さん大丈夫かな。ノーっつってお母さん怖がって。無事に渡ることができ、笑顔も。この今吊り橋渡ってる人はほとんどが香港から来た人です。先月訪れた外国人観光客は3000人以上。前の月のおよそ3倍に増えたという。受付で見せてくれたのは、ヨーロッパ系はフランスの人とドイツの人、アジア系の人は香港がほとんどで。
この日半日ほどで77人が訪問していた。こんな秘境に来られてとても幸せです。初めて見るもの、初めて挑戦するものに出会いましたから。